球の皆さんこんにちは。月くんと申します。今日は久しぶりにウルトラヒーロー解説をやっていこうと思います。作品の解説ではなくヒーローのこれまでの活躍をさらっとおさらい解説するこの企画なんですけど、初代ウルトラマンとかコスモスとかトリギアとかいろいろやってきて、今日のヒーローはこちら、ウルトラマンダイナ。ダイナミックなダイナ、ダイナマイトなダイナ、そしてみんな大好きなダイナですね。決してウルトラマンジャイアンでもウルトラマンスーパーデラックスでもないので間違わないように。この動画は作品の解説ではなくウルトラマンダイナというヒーローの解説です。それでは今までのダイナの超ファインプレーを解説していきます。はい、まず見た目なんですけど、同じネオフロンティアスペースのウルトラマンなだけあってティガとかなり似た感じになっています。人間でいうと竹内涼真さんと坂口健太郎さんぐらいは似てますね。でもティガの時に出てきた3000万年前の巨人たちとの関係性は不明です。まあティガの劇場版に出てきた彼らはダイナにそっくりというかダイナなんですけど、それはメタ的な理由なので設定とは一応関係ないものとします。ティガと同じで体に銀と赤以外の色が使われていて、今となっては当たり前どころかシンプルにさえ見えますけど、当時としてはかなり派手なデザインでした。活動時間は3分で出身地は平成以降のウルトラマンあるあるの不明なんですけど、変身者のアスカシンが初遭遇したのは火星付近の宇宙空間です。ウルトラマンとしての人格みたいなものは作中ではないに等しくて、動きとかはアスカの性格に影響されているようなシーンはたくさんあるんですけど、それでも喋りません。ですが以前動画にしましたけど笑ったことはあります。笑ったどころか結構な爆笑でした。戦闘スタイルは元々のダイナという光に宿った力なのか、アスカの性格の影響なのか、まさにダイナミックといった感じの迫力ある戦い方をします。構えが初代ウルトラマンっぽくて、キックとかパンチのモーションも大きくて力強い感じです。同じネオフロンティアのティガはシュッとした見た目とモーションでシュパッシュパッって攻撃するのに対して、ダイナはドーンって感じで一撃一撃が重そうな感じです。野球で例えるならティガは3割15本って感じですけど、ダイナは2割7分5厘30本って感じです。いきなり野球に例えたのも理由があって、このダイナは野球のボールを投げるようにして放つ必殺技があったり、野球に縁がある選手でもあります。ロストとキャッチボールしてほしいですね。ダイナもティガと同じくタイプチェンジするウルトラマンで、それぞれの名前はフラッシュ、何のためにミラコル、誰のためにストロング、あの力はあるのだろう、ウルトラの星がまた。ミラクルタイプはかなり尖った性能をしていて、血とじみた超能力を使う形態です。ストロングタイプはただでさえ力強い選手のダイナがさらにゴリマッチョになっためっちゃ強い形態で、作中でも大活躍しています。それぞれ必殺技たくさんあるんですけど、それぞれの形態で一番メジャーなのはソルジェント光線、レボリュームウェーブ、ガルネイトボンバーです。レボリュームウェーブは IF にもワンチャンあるウルトラマンの動画でも紹介していますので、この動画を見た人は絶対見ないとブラックホールに閉じ込められてしまいます。レボリュームウェーブは今の映像技術で見てみたい技の一つですね。こんな感じでそれぞれのタイプがめっちゃ強いウルトラマンなので、ダイナって1回の戦いでフラッシュに加えてどっちか一つ、ミラクルかストロングのどちらか一つしかチェンジできないんですよね。それぞれからフラッシュに戻ることはできるんですけど、ストロングとミラクルの両方を1回の戦闘で使うことはできないようになっています。だから相手をよく見て戦わなければいけなくて、チェンジ先を見誤って苦戦したこともあったほどです。正直この設定はダイナの個性でもあるので、個人的には継続してほしいんですけど、成長して無制限でチェンジできますってなっててもおかしくないのかなとも思います。ここからはウルトラマンダイナの2022年2月現在までに分かっている人生、経歴や活躍、通院履歴などを時系列順に解説していきます。本編の時系列はこんな感じです。ネオフロンティアスペースでティガがガタノゾーアを倒したのが作中の時間で2010年で、デモンゾーアを倒したのが2012年なんですけど、その5年後の2017年に変身者であるアスカシンと謎の光が一体化してウルトラマンダイナが誕生します。厳密に言うと実は先代ダイナがいて、影で地球を守ってくれたりしていて、アスカは2代目ダイナだっていうことが本編終了してから20年以上後に判明しました。その先代ダイナが誰かっていうところまで明らかになっているんですけど、まだその情報を知らないって方もいるかもしれないんで、その辺の情報に関しては未来へのゼロドライブという小説に書いてありますので、そちらで知った方がこの動画で知るよりも楽しいと思います。といってもこの設定ちゃんと後付けじゃなくて当時からの設定なんで、
本編を見れば大体そうだろうなという予想がつくようなシーンはいくつかありますので、本編を見た後の答え合わせとか補足的な意味でもめちゃめちゃ面白い小説だと思います。ダイナの第1話で主人公のアスカがスーパーガッツの卒業試験中に同期の受験生とかスーパーガッツのエースパイロットの寮を相手に無双してヒャッハーしていたんですけど、宇宙球体スフィアという生命体に襲われて宇宙空間に放り出されてしまいます。で、俺死ぬのかみたいな感じで諦めかけていたんですけど、持ち前のガッツと強いメンタルで死んでたまるかみたいなことを言っていたら、それに呼応するように例の謎の光が現れて奇跡的に生還できました。でもこの時はまだウルトラマンの姿にはなっていなくて、周りはもちろん本人も何が起こったのかよく分かっていない感じだったんですけど、その後の火星での戦いで再びアスカの強い気持ちに反応してついにウルトラマンダイナになります。そして先ほども登場したこのスフィアという生命体と1話とか最終話を含めて主に戦うことになるんですけど、でも決して全編スフィアとダイナの戦いを描いたという感じでもないというか、そこまで実はスフィア関連の敵は多くはないです。宇宙の喧嘩屋みたいな流れ物の宇宙人と戦ったりとか、400メートルもの超巨大ロボの頭部と戦ったりですとか、本当に地球参加疑わしいほど頑丈なロボットですとか、本当にいろんな敵と戦って明るく力強く平和のために戦いました。それがダイナの本編と劇場版です。で、ダイナをまだ見ていない人にとってはネタバレになっちゃうんですけど、最終回超強敵のラスボスグランスフィアとスーパーガッツと協力して激しく戦って、結果ブラックホールに飲み込まれてダイナイコールアスカは戻ってこれませんでした。今日の動画は以上です。バカ野郎。いやでも本当に空気的にはアスカ死んじゃったのみたいな感じで当時絶望しましたし、まさに賛否両論といったような衝撃的な最終回になっています。結末を知っていても全話見た人にとっては何回見ても込み上げてくるものがある最終章になっています。正体バレのシーンとか神がかってて最高です。ここからは本編後のウルトラマンダイナの活躍について解説していきます。ブラックホールに飲み込まれた後、実は生きていたようです。これも本当は言いたくないんですけど、言わずに説明するのは不可能なんで言います。生きてました。それが描かれたのが M78 ワールドが舞台のウルトラ銀河伝説で、ブラックホールに飲み込まれて別次元の未来に飛ばされて旅を続けていて、次元移動する能力も身につけたようです。パワーアップしとるやないかい。ブラックホールに飲まれて M78 ワールドと結果的に繋がったというわけです。そこでレイとかウルトラマンゼロと共闘してウルトラマンベリアルと戦います。その後も旅を続けてまた別次元のフューチャーアースというウルトラマンがいないからって調子に乗ったバッド星人にめちゃくちゃにされている地球にたどり着きます。そこでハイパーゼットンというとんでもないやつが誕生しようとしていることに気づいて、その誕生を自らの身と一時的に引き換えで阻止します。で、一旦成長は止めたんですけど、時間稼ぎにしかならないので、テレパシーでアナザースペースにいたゼロとコスモスペースにいたコスモスを呼びます。だいぶ遠距離ですからね、これ。我々の感覚で言うと、電話1本で海外に呼び出されたようなもんですよ。でもそこはさすが正義のヒーローということで、2人とも来てくれて、復活したダイナと3人でハイパーゼットンギガントというめちゃくちゃ強くてでかい敵を倒します。けどそれはただの妖体で、完全体のハイパーゼットンイマーゴには3人がかりでも手も足も出ずにボコボコにされてしまいます。ですがウルトラマンサーガになってなんとか勝利しました。この時に合体した影響でゼロにミラクルとストロングの力を付与することになります。ちなみにこのサーガという作品の時にアスカが生きているということがスーパーガッツのみんなに伝わります。その後もいろんな敵と戦っていて、エタルガーに襲われて鏡の中に封印されるんですけど、銀河やビクトリー、UPG の活躍で救出されて、重勇士協力して戦って各エタルダミーやエタルガーを倒します。そしてベゼルブという怪獣関連の事件を追っている途中で、ウルトラマンオーブになったばっかりのガイとそれをサポートしていたジャグラス・ジャグラーに出会います。そこでギャラクシーレスキューフォースにも参加しているイクサガニがいる惑星カノンの命の木をめぐる戦いに巻き込まれて、オーブ、ジャグラー、ガイア、アグル、コスモスと一緒に戦います。この時に一緒に戦っていたジャグラーと一悶着ありまして、ジャグラーが完全に悪いことしたってわけじゃないというか、結果的に戦争を止めたのでむしろいいことなんですけど、そのやり方にアスカが苦言を呈しまして、ジャグラーにとって他にも悪いことが重なっていたのもあって、
ジャグラーのオーブ本編での人格を形成する大きな要因の一つになっています。ちなみにジャグラーは未だにちょっと根に持っているようです。こんな感じで本編後もいろんな次元でいろんなウルトラマンと共闘してヤバい奴らと戦いまくった超頼もしいウルトラ選手です。で、最後になるんですけど、これまで振り返っていたのは本編のダイナと同一人物の活躍だったんですけど、このウルトラマンダイナ別次元でもめちゃめちゃ活躍しています。超時空の大決戦では本編でいうところの前半の時の平行世界のダイナが赤い玉によって違う世界に呼び出されてガイアとテガと戦っています。その後超時空のアドベンチャーでダイナ本編の26話あたりのダイナが再び超時空の大決戦と同じ世界に赤い玉によって呼び出されてまた3人で共闘しています。この辺まだマルチバースの設定が定まっていない頃だったりするのでややこしいので本編のダイナ本人と考えてもらってもまあ特に大きな問題はないと思います。赤い玉に呼ばれての次元移動は基本的に記憶が残らないっていう設定もあるので、ウルトラ8兄弟では M78 ワールドの平行世界にアスカによく似た人がいて、そのアスカにダイナ本編の記憶がインストールされたみたいな感じになって変身しています。そこでウルトラ兄弟たちと TDG のウルトラマンが夢の共演を果たしています。はい、こんな感じでだいぶ走りましたけど、それでも長い動画になってしまいました。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。それでは、さよなら。